はい、皆さんこんにちは。アミティ先生です。今日はですね、おすすめのイラストアプリの紹介をしていきます。オートデスクスケッチブックっていう名前のアプリなんですけど、今回紹介するの初めてになります。で、このアプリはですね、プロダクトスケッチだったりとか、精密デッサンみたいなのを描きたい人にとってもおすすめのアプリですね。で、私いつもプロクリエイトっていうイラストアプリを使って絵を描いてるんですけど、そのプロクリエイト並みに使えるアプリです。で、私ずっとね、紹介したかったんですけど、全然できてなくって、今回はね、ちょっとワクワクしてますね。で、今のところ私の中ではこのプロクリエイトとオートデスクが2大最強イラストアプリなんですけど、今日はこの機能をたくさん紹介していきます。で、このアプリすごいのがですね、なんと無料アプリです。もう全部の機能が無料で使えます。っていうのも以前までねこれ有料アプリだったんですけど、最近無料アプリになって、そのおかげでねもう神レベルのことがですね無料で全部できちゃうっていうすごいアプリなんですけど、今日はすごいたくさん機能があるので、それをちょっと丁寧に一個一個紹介していきます。で、今後ですねこれを使ってどういうイラストが描けるかっていうのはまた別動画で紹介していくので、今日はツールの基礎講座です。なのでちょっとね長くなっちゃってるんですけど、今日の動画は絶対最後まで見てほしいです。本当に得るものがたくさんあるので、ぜひ最後までお付き合いください。はい、ということでやっていきましょう。はい、じゃあ早速アプリ立ち上げていきます。で、アプリ立ち上げると最初に白いキャンバスが出てくると思います。で、このオートデスクなんですけど、ちょっとツールが多くて、メインは左のブラシツールと上のツールパネル、で、右がレイヤーパネルとカラーになります。で、下にですね、このサークルボタンみたいなのがあって、ここにショートカットキーを置いておけるので、これを順番に説明していきたいと思います。で、まず左のブラシツールからですね、オートデスクのブラシはですね、すっごくたくさん種類があります。で、今左側に見えてるのはベーシックなやつで、普通に、鉛筆だったりとかマーカー、あとはエアーブラシですね、あとボールペンとか万年筆とか、あとぼかしツールとかもあります。で、こういうテクスチャーみたいな質感を出したい時の素材とかもすごいたくさん揃ってますね。で、このブラシのところをタップすると、ブラシの細かい詳細設定みたいなのができるんですけど、例えばサイズ変更したりとか、不透明度の変更、あとは筆圧ですね。こうグッと力を入れて書いた時に太さが太くなるかとか細くなるかみたいな細かい設定もできて、この辺はですね、プロクリエイトのブラシ設定と負けないぐらい細かい設定ができるので、ぜひ触ってみてください。で、この左側のブラシよりももっとたくさんブラシを使いたい人は、この上のですねライブラリーのタブを選択すると、こんな感じで他のここに見えてないブラシがですねめちゃくちゃたくさん表示されます。で、このブラシたちがですねとっても良くて、初心者の人にもおすすめなんですけど、例えば鉛筆ブラシっていうものだけでも15種類あります。4H から 9B っていうね、この鉛筆の濃さが15段階まで分かれてるんですけど、こんな感じで書いていくとだんだん濃くなっていくんですよ。なのでデッサンとかしたい人は結構いいんじゃないかなっていうふうに思います。で、あとはハーフトーンっていうブラシがおすすめです。で、これはなんかトーンブラシって言って、こういう模様みたいなのを描きたい時とかに使うんですけど、例えば漫画描いてる人とかがこの服のね模様を描く時によく使ったりするブラシなんですね。なので漫画描く人も結構使えると思います。こういうのクリップスタディオとかだと結構たくさんあったりするんですけど、プロクリエイトはこういうハーフトーンブラシってなかなかないので、こういうドット柄の模様みたいなのを何かに被せたいみたいな時はこれを使ってもらえればいいと思います。で、あとはしぶきブラシとかグローブラシっていう、もうなんか何に使っていいかよくわからないような不思議なブラシとかもたくさんあるので、この辺は見てみてください。全部無料で使えます。もうこれがね一番感動するところなんですけど、ここに表示されているブラシは全部無料です。
はい、じゃあ次、上のツールパネルを紹介していくので、ちょっとこのキャラクターを書いてね、説明していきます。で、ちょっとこれ余談なんですけど、最近 LINE スタンプを作って、それのキャラクターにアミティ先生のキャラクターみたいなのを書いたんですけど、ちょっとこれを使って説明していきます。で、上ですね、上のところは移動ツールとかバケツとかがいろいろ並んでるんですけど、まず移動ツールから紹介します。この、十字架みたいなマークが移動ツールです。で、これ選択すると、こんな感じで Apple Pencil で左右上下に、移動することができます。で、指ピンチインピンチアウトで大きさ拡大縮小をすることができます。で、上のところを見てもらうと、左右反転とか、あと上下反転もありますね。で、一番左、歪みツールっていうのがあるんですけど、これはですね、バウンディングボックスが出てきて、その、点をですね、こうやって動かすと歪みます。こんな感じで。なので、例えばこういう感じで傾斜みたいなのをつけると、画面にこのイラストを当てはめたいとき、モックアップって呼ばれるようなものを作りたいときとかに結構便利なので、この歪みがどこにあるのかっていうのはですね、ぜひ覚えておいてください。で、3本指右から左にシュッてすると、1個前に戻ります。で、逆だと進むですね。なので、進むと戻るはこの3本指で操作すると覚えてください。で、次、選択ツールです。選択ツールは移動ツールの左隣なんですけど、選択ツールクリックして、例えばこの一部分だけを囲います。で、この状態で移動ツール、さっきの移動ツールに持ち替えると、この選択した部分だけを移動させたり、拡大させたり、あと左右反転させたりすることができます。なので、こんな感じで後からでもいくらでも変えれるので、心配せずにどんどん書き進むのがデジタルアートのコツかなと思います。なのでこういう LINE スタンプ作りたいと思って文字書いて、後からこれ文字を小さくしたいなとか位置変えたいなと思った時でもこの選択ツールを使えば全然大丈夫です。で、次、塗りつぶしツールいきます。このバケツのマークです。塗りつぶし選択して、カラーで塗りつぶすんですけど、色はですね、右下のところから選ぶことができます。右下のところを押して、このカラーポチのところを押すとカラーパレット出てくるので、ここで任意のカラーを取って塗りつぶしたいところをですね、ポンって押すだけです。で、こんな感じで塗れるんですけど、この色を塗るときちょっと注意してほしいのがですね、上に許容値っていうスライダーがあります。で、これ何かっていうと、塗りつぶしの隙間設定みたいな感じなんですけど、例えばこれ低い設定で塗ると、この間にね、ちょっと白い隙間が出てると思います。で、これを例えば180、200ぐらいに設定して塗りつぶすと、この黒と赤の隙間がなく、ぴっちりね、綺麗に塗りつぶしができてると思います。なので、ここでコントロールして塗ってください。で、ちなみにこれ一番マックスにして塗ると全部もうほぼ画面全部真っ赤っかになっちゃうので、この辺は注意して塗ってください。で、この塗りつぶしですね、私すごく好きなのがグラデーション塗りつぶしっていうのがあります。これです。で、これ選択してグーって長押ししながらドラッグするとカラーグラデーションがめちゃくちゃ綺麗に作れます。こんな感じでめっちゃ綺麗にグラデーションしてくれるんですよ。で、これプロクリエイトにはない機能なので、こういうグラデーションを使ってイラスト描きたいとかデザイン作りたいっていう人はね、本当におすすめです。で、この色に関しては後から自由に変えることができます。端っこのチョボを選択して色を切り替えると勝手に変わります。で、あとは円形グラデーションとかもありますね。この中央に沿ってだんだん色が変わってくるっていう設定です。で、次いきます。次、定規ツールですね。このアウトデスクではルーラーツールと呼びます。ルーラーツールはこの直線だったりとか、綺麗な曲線、あとは楕円が綺麗に描ける、定規ツールですね。で、例えばこの直線の定規を取って、こうやって画面を合わせて、こうやって上から Apple Pencil で引くと綺麗なラインが描けるっていうやつですね。で、円形のルーラーはですね、こんな感じで、正円だったりとか楕円形を作って綺麗に線が引けるっていうやつなんですけど、これもめっちゃ使えます。で、あとは曲線ルーラーっていうやつがあるんですけど、これはですね、カーブを描きたいときです。で、この3つの丸の玉をですね、こうやって位置を移動させて、任意のカーブを作って曲線を引くっていうものなんですけど、これちょっと難しいです。ただ、これをうまく使えるようになるとめちゃくちゃいいものが作れます。で、次回の動画でこういう椅子
のイラストをですね、この曲線ルーラーで描くやり方を紹介するんですけど、これも結構使えるので、プロダクトスケッチとかやりたい人はぜひこれをマスターしてもらうことをおすすめします。で、次、左右対称ツールいきます。で、左右対称ツールを押すと、こんな感じで真ん中に軸みたいなのが現れるので、これをですね、ちょうど中心ぐらいに設定して、この中心軸からどっちか右側か左側に絵を描くと、同じものがその反対側にも描画されるっていうようなツールになります。なので、例えば万華鏡とか、あとマンダラ模様って呼ばれるようなものを描きたい時とか、あとはキャラクターとかで顔を左右対称に描きたい時とかはこれ結構使えるのでおすすめです。で、この左右対称ツールの中には放射状の左右対称ツールみたいなのもあって、これでグリッドの線をですね増やして、でこの、ケーキみたいになっているところの一部のところに絵を描くと他のところにも全部反映するみたいなのが放射状の設定なんですけど、これを描くとちょっとリースみたいなデザインを作ることができます。で、昔私プロクリエイトの使い方でクリスマスリースの作り方みたいな動画を1本上げたんですけど、それもですね同じように放射状の、プロクリエイトの中の放射状の、設定を使って書いたものです。よかったらそれ概要欄の方に載っけておくので、こういうリースデザインとかやってみたい人はぜひそれ見てみてください。で、次、図形ツール紹介します。図形ツールはもう超簡単ですね。線と丸と四角がめっちゃ簡単に描けるっていうツールです。こんな感じでドラッグするだけで描けます。で、こういうね、図形ツールあるの地味にめちゃくちゃ助かるのですごくいいなって思うんですけど、こんな感じで簡単に図形描けて、塗りつぶしもさっきの要領でバケツツールに持ち替えて中をポンって押すだけで塗りつぶしされます。で、こういう楕円形とかはグラデーションとの相性がめっちゃ良くって、グラデーションツールね、さっき紹介したやつに持ち替えて、こうやって綺麗なグラデーションを作ってあげるとめちゃくちゃ美しいですよね。もうなんかイラストレーターで作ったぐらいのクオリティの図形だったりグラデーションが作れるので、ちょっといられのことよくわかんないけどこういうのやってみたいっていう人にはおすすめのアプリだなっていうふうに思います。で、せっかくなんでちょっとデザインっぽいのを作ってみたいので、先にテキストツール紹介します。テキストツールはですね、こんな感じで簡単にタイピングすると文字が出てくるんですけど、こんな感じでテキスト打って、ピンチインピンチアウトでサイズの調整です。で、上のところに色だったりとか、あとはフォントをここで変えることができます。結構ね、たくさんフォントが入ってるので、よかったらね、この辺も見てみてください。で、フォント決まったら完了ボタンです。で、右のレイヤーのところのさっき作ったこの楕円形の、グラデーションサークルタッチして複製っていうボタンを押すと同じサイズの、同じものがですね複製されるので、移動ツールと変形ツールを使って位置とかを変えてあげる。で、そうするとこんな感じでイラストレーターとかベクターアプリで作ったような綺麗なグラフィックデザインを作ることができます。はい、じゃあ次、予測ツールっていうのを紹介します。予測ツール何かっていうと、例えばですね、適当に画面の中に丸を描くと、その形を予測して、楕円形を作ってくれるっていうツールです。丸だけじゃなくって四角とかもできますね。で、四角なんですけど、四角はね、あんまりうまく反応してくれないんで、そういう時は上のこのレベルっていうところを上げて四角を描くと、こうやって綺麗な長方形を作ってくれます。で、これどういう時に使うかっていうと、例えばこういう花瓶とかなんかコップみたいな決まった形のものを描きたい時に、こうやって当たりで丸をつけておいて、その丸の端っこを線でつないでいくみたいな描き方をすると、こう綺麗な形状を取ることができるので、そういう時に使います。で、この予測ツールの右側にあるのが画像ツールです。画像ツールは他のアプリとかとも同じように、こうやって写真アプリの中から画像を引っ張ってくることができて、サイズ調整とかしてですね、この上からトレースしたかったら、この上に新しいレイヤーを乗っけて、上から線で描いていくっていうような、使い方をすることができます。
はい、で次ですね、パースガイドっていうツール紹介します。これはですね、建物を描いたりとか、ちょっと遠近感のあるもの、オブジェクトを描きたい時に使うものなんですけど、こういう感じで放射状に線が出てきます。で、初心者の方におすすめの描き方としては、この上のパネルのところにですね、拘束されたガイドっていうのがあります。この真ん中のやつです。で、これをクリックしてください。でそうするとこんな感じで、縦方向に線が出てくるんですよ。なのでこれをですね移動するだけでもうなんか描けるような感じしてきませんか？こんな感じでちょっと建物っぽいようなシルエットがもう見えてると思うんですけど、あとはですねこれに沿って線を描くだけです。でちゃんとこの線にスナップして描いてくれますね。これちなみにスナップモードがオンになってるからなんですけど、これうまく描けない人はスナップモードをちゃんとオンにしてくださいね。でこんな感じで、線に沿って、ペンを走らせるだけでちょっと建物っぽいものをすぐに描くことができます。でよくあるのがこういう部屋のイラストとかパースみたいなのを描きたい時に使うんですけど、こっち側から向こう側に向かって線が走っていって、こういう描き方一点通し法っていうんですけど、この一点通し法を使うと部屋のイラストとかをね簡単に描くことができます。はい、じゃあ次ですね、右側のレイヤーパネルって呼ばれるところの紹介をしていきます。で、ここなんですけど、レイヤーを追加したりとか、表示非表示にしたりすることができるんですけど、ちょっと1個絶対覚えておいてほしいなっていうものがあって、レイヤーここタップすると項目がたくさん出てくるんですね。でここで複製だったりとかロックとかできるんですけど、この中の、HSL を編集っていうボタンがあります。これです。一番下のところで、これ何かっていうと、色を後からこんな感じで変えることができるツールになります。色を塗ってしまって後からちょっと変えたいなって思った時はこの HSL を編集を押してこの色相と呼ばれるところをですねいじると色が変わります。で2段目がサイド、3段目が明るさですね。白になったり黒になったりします。なのでここで色の調整を後からでもできるので、これは絶対覚えておいてください。であとはですね、不透明度の設定もこのレイヤーパネルからやります。不透明度をこうやって下げるとちょっと薄くなったりするし、あとその下にブレンドっていうところがあって、ここでブレンドモードというものを切り替えます。定山だったりとか焼き込みリニアとか、あとオーバーレイとかいろいろあるんですけど、この辺は今まで動画とかでねいろいろ出してきてはいるんですけど、この下のレイヤーと今、表示されているレイヤーの重なりの色がどういう風になるかっていうのをですねここで選んでいくんですけど、これはですねちょっといろいろ見てもらって一番いいなって思うやつを選んでもらえれば大丈夫です。で今回の場合だと暗くってやつを選んでるんですけど、そうするとこの重なってるところが綺麗なフィルターみたいになってね、こうやって動かすとよりわかると思うんですけど、こういう加工とかもできるのでこのブレンドモードもぜひ活用してください。はい、じゃあ次ですね、下の項目いきます。下にこのサークルボタンみたいなのがあって、ここにショートカットがたくさん入ってるんですけど、一番左が前のブラシに1個戻る。で、その上が透明度を、コントロールするパネル。で、一番上がスポイトツールですね。スポイトツールを押すとこんな感じでターゲットが出てくるので、ここで色を決めます。そうするとその色で塗ることができるっていうような感じです。でちょっと4つ目飛ばして、5つ目がですねキャンバス反転ツールです。これを押すともう全部がひっくり返るので、左右逆転したい人はここでやるって感じです。でこのさっき飛ばした4つ目ですね、これダブルパックって呼ばれるツールなんですけど、これを押すとですね画面上にこういう、2つの玉が表示されます。でこれ指で動かすことができるんですけど、このダブルパック何かっていうとブラシの太さとかあと色を、クイックにここで変えることができるパネルです。で例えばここタッチするとブラシが出てきたり、下タッチするとカラーピッカーが出てきたりするんですね。
でどうやって使うかっていうと、例えばブラシの太さをすぐに変えたい時にこの上のボタンをですね左右にこう長押ししながらドラッグします。でそうすると今ペンの太さがねパーセンテージみたいな感じで出てて変わってるんですけど、右にスライドさせていくとこんな感じで簡単に線が太くなります。で左右スライドがペンの太さなんですけど、上下スライドは不透明度のコントロールです。薄くなったり濃くなったりする設定ですね。で上に行けば行くほど 0%、 下に行けば行くほど 100% の設定になります。で今 50% ぐらいで書いてるんですけど、 50% ぐらいで書くとこうやって重なってるところが濃くなっていきますね。なのでこれで、ちょっと薄く書きたいなと思ったらここで、上下にスライドしてコントロールするとすごく、お絵かきがサクサク書けるようになります。左右がブラシの太さ、上下が不透明度です。でこのダブルパックの下のボタンがカラーボタンなんですけど、カラーボタンも上下にスライドさせることができます。で上にやるとこの紫色がどんどん明るくなっていって、下に行くとどんどん暗くなっていきます。明度と呼ばれるものをこの上下のスライドで変えていきます。で明度っていうのは色相は固定のままで明るくするか濃くするかなんで、紫色の値っていうのは変わらないんですね。それに白を混ぜていくか黒を混ぜていくかっていうのが、明度のコントロールになります。で上下が明度のコントロールなんですけど、左右のスライドが、サイドのコントロールです。サイドっていうのはビビッドさですね。0になればモノクロになりますし、 100% になったら超ビビッドの、原色の色になります。なのでちょっと塗ってみると、一番低い値がサイドが低いのでちょっとどす黒い色になっていって、でこのサイドを高めていくとすごいビビッドなちょっと元気な色になってきます。はい、こんな感じでサイドと明度もこのダブルパックで操れるので、ちょっとねこの色の勉強してないといまいちよくわからないかもしれないんですけど、コツをつかんでくるとこのサイド明度コントロールしながら絵を描くのはめちゃくちゃ効率が良くていい絵ができると思うので、ちょっとイラストを極めたい人はぜひしっかりと勉強してこの辺も使いこなせるようになってください。はい、ということでですね、以上でこの4つのパネルの機能紹介以上になります。いかがだったでしょうか。これでね、もう無料ですよ、皆さん。無料でこんだけの機能が使い放題っていうね、本当に神アプリだと思うので、ぜひダウンロードしてください。で具体的にですねこのアプリでどういうものができるかっていうのは次回の動画とかまた次の動画とかねどんどん紹介していきたいと思います。主にプロダクトスケッチみたいなのがすごく綺麗に描けるアプリにはなるんですけど、次回は簡単にですねこういう椅子のイラストを綺麗に描く方法を紹介します。今日紹介した定規ツールっていうのを使うとですね誰でも簡単に描けるんですけど、なので次回の動画もぜひ楽しみにしておいてください。で今日もちょっと紹介した LINE スタンプですね。私頑張って作ったんですよ。これ見てください。でこれはオートデスクで作ったんじゃなくて、私がいつも使ってるプロクリエイトで作ったアイコンなんですけど、ちょっとアミティ先生をもじってですねこんな感じでキャラクターを作ってみました。でめっちゃ使いやすくて、iPad とアミティ先生がテーマでですねちょっと面白おかしくでも可愛いみたいなイラストをですね32個まとめて作りましたので、よかったらですね使いたい人は概要欄の方にリンク載っけておくので、ちょっとでもね使ってもらえると嬉しいなって思います。でLINE スタンプの使い方なんかもちょっと紹介できたらなと思うので楽しみにしておいてください。はい、ということで今日は以上にしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございました。この動画が役に立ったらいいねボタンと、あとチャンネル登録してない人はですね iPad のクリエイティブな情報たくさん流してますので、ぜひチャンネル登録もよろしくお願いします。はい、ということで、ご清聴どうもありがとうございました。バイバイ。